もし同じ部屋で暮らしているその人があなたを殺す隙をじっと狙っているとしたら、2012年7月5日、アメリカフロリダ州スニーズアパラチ刑務所の受刑者用シャワー室では、複数の刑務官が険しい表情を浮かべていました。くそー、誰がこんなひどいことを。刑務官たちの視線の先には血まみれで倒れている裸の男が。男は全身80箇所以上をめった刺しにされており、すでに息をしていませんでした。そう、男は紛れもなくこの刑務所内の何者かによって殺害されていたんです。その後、直ちに警察が駆けつけ、受刑者への聞き込みを開始すると、しばらくして犯人は意外にもすんなりと罪を自白。その男は殺人罪で終身刑を下されていたロッキー・アリ・ビーモン。そしてロッキーは動機を問われると不敵な笑みを浮かべてこう言ったんです。動機？それは奴が性犯罪者だからだよ。性犯罪者を殺害する囚人ロッキー・アリ・ビーモン。刑務所内で殺人を繰り返したその男の意図とは。男が犯した犯行の数々は、自分を無価値だと悟った彼なりの償いだったんです。おすけちゃんです。やみやみこんというわけでね、皆さん、昨日、若手 TV というね、60万人ぐらいいる YouTuber、かつ僕の大学の先輩である B 山君と一緒に、シーシャ吸いに行ったんですけど、彼ちょっと酔っ払うと大変よくわかんない LINE とかバーって送ってきたり、夜の2時ぐらいとかにさ、PayPay でさ、タクシー代だけ送りつけてきて、今から来てとかもあるから、ちょっと警戒してたんですよ、久しぶりに。お酒飲ませるの怖いから、その日はね、マテ茶だけひたすら飲ませる。大丈夫それ。マテ茶ばっかり飲んじゃって、変なことになんないの？マテ茶何が入ってんの？逆にメキシコの変なスパイスみたいな。マテ茶がメキシコのお茶だっていうのはやっぱちゃんと知ってんだ。いや、もちろん。俺知らなかったよね。どこのお茶だと思ってたの？スリランカ。今回ご紹介するのはアメリカの殺人鬼ロッキー・アリ・ビーモンについて。この犯人は性犯罪者を標的に刑務所内で殺人を繰り返したことで注目されたんです。海外の刑務所とかってさ、性犯罪者がなんか袋叩きにあっちゃうみたいな話は聞いたことがあるわね。でも今回の場合袋叩きじゃなくって一人の男が一人で制裁食らわしてたわけでしょ。それはまたなんか異質な感じよね。本当おっしゃる通りで、このロッキーという男はですね、単に性犯罪者への嫌悪感だけではなく、何かね、目的を持ってその行為に及んでいたとも見えるんです。凶器などが持ち込めるはずもない刑務所内で殺人を犯したその男。その犯行はある種の執念を感じさせるものだったんです。性犯罪者は俺が殺す。2012年7月5日、アメリカフロリダ州スニーズアパラチ刑務所の雑居房の中には、ベッドに腰を下ろした状態でチラチラと周りの様子を伺っている男が。男の名はロッキー・アリ・ビーモン。メガネをかけた坊主頭のその男は7年前殺人罪で終身刑となりました。彼はもう長らく同じ房の囚人ブルース・ハンシッカーの動向を観察していたんです。そしてそれはブルースがシャワー室の方へ向かって歩き出した時のこと。思った通りだ。今日もこの時間帯にシャワーを浴びに行ったか。ロッキーは心の中でそうつぶやくと、ベッドから立ち上がりました。彼は何気ない素振りでブルースの後を追ってシャワー室へ向かったんです。それからしばらくして今度は食堂に姿を現したロッキー。彼は他の囚人たちと談笑を交わしながら夕食のひとときを楽しんでいました。その時、おい、シャワー室でブルースが殺されたらしい。今警察が聞き込みをしているって。そう言って騒ぎ出した囚人たち。ロッキーは特に反応することもなく、ただ食事を口に運んでいました。これってさ、犯人はロッキーなんでしょ？でもなんかさ、全然動じてなくない？おそらくね、被害者のブルースに対して殺されて当然くらいに思ってたんだと思います。シャワー室で殺害されていた囚人ブルースはなんと80箇所以上をめった刺しにされ、血まみれの状態で亡くなっていました。そして警察が聞き込みを行うと、犯人のロッキーはすんなりとこう言ったんです。俺がやった。シャワーを浴びてる時に背後から腕を回して首を締め付けて刃物で何度も刺した。その時持ってたタオルや下着が血で汚れたから刃物と一緒にトイレに流したんだ。当然刑務所に刃物など持ち込めるわけもなく、ロッキーが使用したそれは彼が金属を削って作った手製の刃物。ごく短い彫刻刀のようなその刃物で犯行に及んだために80回などという途方もない回数を指す必要があったんです。なぜ彼を殺したんだ。警察がそう問いかけると、ロッキーは当然のようにこう言いました。あいつは俺に借金があった。それとあいつが性犯罪者だからだ。殺されたブルースは約11年前に少女の家に押し入って強姦を働き終身刑を課されていた男。文字通り小児者だったこの男の自宅には1000着以上の子供服が綺麗に畳まれた状態で保管されていたといいます。ブルースのような性犯罪者をあからさまに嫌悪していたロッキーは、数日前から彼の行動をつぶさに観察し、ずっと殺害のチャンスを狙っていたんです。こうしてロッキーは第1級殺人罪で起訴される運びになりますが、裁判の準備には予想外に時間がかかりました。その間彼はまた一人性犯罪者を殺害したんです。
ブルースが殺害されてから5年後の2017年1月22日、北フロリダのサンタローザ刑務所で殺害されたのはニコラス・アンダーソン。ロッキーは彼を縛り上げて動けなくした上で首を絞めて意識を失わせました。そしてまた金属を削って作った手製の刃物で頸動脈を深く切りつけ殺害したんです。ニコラスは児童性的暴行の罪で懲役20年の刑に服していた男。あろうことかロッキーが性犯罪者の殺害についての裁判を待つ身であることを知りながら、刑務所側は彼をまた性犯罪者と同じ雑居房に入れていたんです。このように性犯罪者に対し明確な憎悪を抱き殺人を繰り返していたロッキー。なぜ性犯罪者を執拗に狙ったのか、その動機は彼の口からは直接語られていません。ただ何か特別な理由があるとすれば、それはこの時から12年前に起きたロッキーが収監されるきっかけとなった事件が関係していると考えられるんです。いや、そうよ。なんかロッキーはさ、終身刑になったって聞いてたけど、何の罪で終身刑になったのか、犯行の詳細を全然知らないんだけど。ロッキーがね、終身刑を下されたこの事件、実はかなり非道な内容なんです。強欲な男。2005年2月6日、それはまだロッキーが27歳の頃、彼は恋人のカレン・ウィリキンスとデボラ・レイシーという女性と3人でフロリダ州タンパ郊外の森林地帯へやってきました。デボラの愛車である1998年製リンカーンコンチネンタルを降りた3人。次の瞬間、ロッキーはデボラの後頭部を鈍器で殴打。彼女が倒れ込むと両手を後ろで縛り、その口にダクトテープを貼り付けました。悪いなデボラ、俺たちは薬が欲しいんだ。そう言うとデボラの頭を掴んだロッキー。彼はそのままデボラの頭を目の前の池に思い切り押し込んだんです。水しぶきを上げながら必死でもがくデボラ。しばらくすると彼女の体からは力が抜け、ついに動かなくなってしまうんです。その後ロッキーと恋人のカレンはデボラの愛車と財布の中身を盗んで逃走。その車を違法薬物の売人に渡し薬物と交換したんです。そう、この頃のロッキーは深刻な薬物依存症を患っていました。彼はただ薬物を手に入れるためだけに何の罪もない女性を殺害してしまったんです。いやいや、ロッキー自身めちゃくちゃ最低なことしてんじゃない。さらにね、ロッキーは車のような目立つものを盗んでいたためにすぐに犯人として特定されるんです。事件から約1週間が経つと、被害者のデボラが帰らないことを心配した家族が行方不明届を提出。捜査の結果、警察はまず彼女の愛車を発見するんです。そしてその車に乗っていた男たちに事情を尋ねると、彼らはこう言いました。何日か前に薬と交換したんだ。ここからロッキーと恋人のカレンが特定され、身柄を拘束されることに。また同日、彼らの供述をもとにデボラの遺体が森林地帯の池の中から見つかったんです。ロッキーは第1級殺人、誘拐、強盗の罪で起訴され、そのままいけば死刑もあり得る状況。重大犯罪を犯してしまった彼の身にこの後の裁判で大きな影響を与える出来事が起こるんです。刑務所でこの後性犯罪者を殺すようになるわけでしょ、影響を与えた何かがあったってこと？まあそういうことですよね。彼はね、この後の裁判で薬物に依存する前のまだ真っ当に生きていた頃のね、自分っていうのを思い出すんです。罪悪感が生んだ犯罪者。デボラに対する殺人、誘拐、強盗の罪で裁判にかけられたロッキーはその後死刑を回避するため司法取引に応じました。2005年7月、彼に下された判決は仮釈放なしの終身刑。一方で共犯の恋人カレンは第2級殺人、誘拐、強盗の罪で有罪答弁を行い、懲役30年と10年間の保護観察処分に。判決公判では亡くなったデボラの甥が意見陳述を行いました。彼はデボラの16歳の娘の代わりに彼女からロッキーへの手紙を読んだんです。私には夢があります。でもその夢を叶えてもそこにママはいません。将来私の子供が生まれる時もそこにママはいない。あなたは私から彼女を奪いました。心の底からあなたを憎んでいます。さらにデボラの甥は自身の気持ちとして次のように話しました。あんたみたいな人間ですらない男に俺は何を言えばいいかわからない。ロッキーはその陳述をただ呆然と聞いていました。そして彼が感情を激しく揺さぶられる体験をするのはこの後のことでした。遺族の意見陳述の後、続いて証言台に立ったのはロッキーの元恋人。彼女はロッキーとの間に2人の子供を産んでいた。まずご遺族の方々にお詫びしたいです。彼が本当に申し訳ないことをしました。そして彼に知ってほしいです。ご遺族だけではなく私たち家族も毎日苦しんでいるということを。元恋人のその言葉を聞いた時、ロッキーは脳裏に子供たちの顔を思い浮かべた。子供たちは一生父親の顔を見られなくなっちまったな。一時の欲望に負け取り返しのつかない罪を犯したことの重大さを彼は実感し始めていた。そして次に証言台に立ったのはロッキーの母親だった。あなたがこんなことになって私はすごく悲しい。でもね、私はあなたを愛してるわ。
その言葉を聞いた瞬間、ロッキーの体は大きく震え始めた。彼は力なくよろめき、その目から大粒の涙を流す。俺は一体どこで間違えちまったんだ。家族にこんな思いをさせて自分が恥ずかしい。ロッキーは涙を拭うと再び姿勢を正し、まっすぐ前を向いた。それは裁判で唯一彼が感情をあらわにした一幕だった。ロッキーの友人曰く、元々の彼は非常に家族思いの男だったと言います。バスケが得意で、人を笑わせることが好きで、家族を誰よりも愛していた。そんな男だったはずのロッキー。それがいつしか違法薬物に溺れ、自分でも驚くほどに人が変わってしまっていたんです。法廷で母親の言葉を聞き、ロッキーは人目もはばからず涙を流しました。彼は変わってしまった自分をただ情けなく思っていたのではないでしょうか。自分は取り返しのつかない犯罪を犯してしまってるのにもかかわらず、お母さんは愛してるって言ってくれたわけよね。それはもう何やってんだ自分ってなるわよね。ロッキーにはおそらくこの耐えきれないほどの罪悪感からより大きな罰を与えられたい心理が働いていたと考えられるんです。というわけで本日のメトラキーワード、罪悪感から来る犯罪者について。心理学者のジークムント・フロイトは1916年に発表した論文、精神分析的作業から見出される性格類型の中で罪悪感から来る犯罪者の存在に言及しています。このタイプの人々は常に漠然とした罪悪感を感じており、何らかの罪を犯して罰せられることでその罪悪感から逃れようとするんです。例えば2022年1月には東京大学前で3人の受験生が刃物で襲われる事件が発生。犯人は高校2年生の少年で東大を目指していたものの成績が振るわず自信をなくしていたと話しています。彼は成績の上がらない自分に罪悪感を覚え、人を殺して悪人になることで罰せられようとしていました。ロッキーのこの後の行動を見るに、彼も同じように耐えきれない罪悪感を抱え、人を殺すことでさらに大きな罰を受けようとしていたように思えるんです。デボラの殺害で仮釈放なしの終身刑となった後、刑務所内で殺人を繰り返し、もう一度裁判にかけられることになったロッキー。2018年5月、彼は担当裁判官に次のような手紙を送っています。あんたにお願いがあるんだ。俺の殺しを止めたいなら俺を死刑にしてくれないか。でなければ次はあんたを殺す。ここからロッキーは刑務所内で起こした2件の殺人の審理が予定されていましたが、彼は自ら有罪を主張、陪審員による審理は必要ないと話し、その権利を放棄しました。そうなると有罪は確定とされ、裁判で決める必要があるのは量刑のみ。こうして迎えた2019年1月、ロッキーは1人目のブルース殺害について死刑判決を下されます。判決理由としては、彼に前科がついていること、計画的かつ極めて残虐な犯行であることなどが挙げられました。さらに同年11月、ロッキーは2人目のニコラス殺害についても死刑判決に。この時裁判官に死刑にしろと迫った手紙が取り沙汰され、判決は脅迫めいたその手紙の内容から更生の余地はないと判断された結果とされました。このようにしながらロッキーはいつからか自ら死刑を望み、ついにその念願を叶えたんです。そう聞いた上でさ、見てみると確かにロッキーはさらに重い刑を課せられるように動いてるように見えるわね。薬物中毒になってその結果ね、人を殺すまで底辺に落ちぶれたって多分自分では思っちゃってたんですよ。だからこそね、他の人に自分を罰してほしかったってね、本当にそういう心理だったんじゃないかなと思います。こうして望み通り死刑を宣告されたロッキー。しかしフロイトの理論では、罪悪感から来る犯罪者は罪を犯して罰せられても結局その罪悪感から逃れることはできないとされているんです。その事実を身をもって示すかのように、ロッキーは死刑判決を受けた翌年、フロリダ州立刑務所の独房内で自ら命を絶ちました。ロッキーのように犯罪を犯さずとも、人間であれば罪悪感を抱く瞬間は人生のあらゆる場面に潜んでいます。自分の失敗で人に迷惑をかけてしまった。一生懸命頑張っても思うように成果が出ない。あなたはそんな罪悪感や情けなさに苛まれた時、自分に手痛い罰が下ればいいのにと思ったことはありますか？雪の中に押し倒され激しい暴力を受ける一人の少女。彼女は一体何をしてこのようなトラブルに巻き込まれたのでしょうか。そしてなぜ我々はこの犯人視点の動画を見ることができてしまっているのでしょうか。2017年4月22日、カナダマニトバ州のサグキーン先住民保護区、約3600人の先住民が暮らすこの地域では、10人ほどの若者たちが集まり、夜な夜なパーティーを開催していました。友人たちと浴びるように酒を飲み交わした彼らが外に出て大騒ぎすることも決して珍しくはなかったんです。
やれやれ、またいつものどんちゃん騒ぎか。周囲に住む大人たちもこの酔った若者たちの騒ぎには慣れきっており、多少のことでは気にも留めなくなっていたんです。しかしこの日の深夜、パーティーに参加した少女の一人、エイブリー・トンプソンが SNS にアップした写真は到底看過できる内容ではありませんでした。ちるい、いかにも若者らしいカジュアルなコメントとともにアップされたその写真。しかしその写真の中の彼女は返り血を浴びて笑っていたんです。返り血まみれの写真を SNS にアップしたカナダ先住民の少女。明らかに異常なその写真を彼女はなぜ SNS にアップしたのか。彼女は狭いコミュニティの中で感覚が麻痺していたんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。